彩り生活の日本語初級2の紹介動画です。初級2では入門、初級1で勉強したことを基本として簡単な日常生活を送ることができるレベルを目標にします。彩り生活の日本語には話す、聞く、読む、書くの4つの活動があります。それぞれの活動には can do がついています。テキストの流れに沿って勉強すれば can do をクリアすることができます。第6課を例に見ていきましょう。トピックは旅行です。1は読む活動です。can do は電車の切符、車内の表示、駅の表示などを見て必要な情報を読み取ることができる。2は話す活動です。can do は旅行先で会った人に旅行の予定を簡単に話すことができる。3は聞く活動です。can do は駅や電車などのアナウンスから必要な情報を理解したり、わからないときに周りの人に質問したりすることができる。最後は書く活動です。can do は SNS に旅行の経験や感想を簡単に書き込むことができる。このように彩り生活の日本語では話す、聞く、読む、書くをバランスよく学ぶことができます。文法ノートでは学習した文法の説明を自分の母語で読んで学ぶことができます。なんと17カ国語に翻訳されています。文法ノートは図やイラストも使ってまとめてあるので、とても理解がしやすいです。日本の生活チップスでは、トピックに関係のある内容が紹介されています。日本の生活チップスも外国語で紹介されているので、授業の息抜きに読んでみましょう。そして、日本文化への理解を深めてくださいね。漢字の言葉では最初に漢字の意味を確認します。次に漢字に注意して読みます。最後にキーボードやスマートフォンで入力することを通して新しく勉強した漢字を定着させる活動があります。初級2では日本のゴミの捨て方についての説明を読んで、捨てたいゴミをいつ捨てればよいかを理解することができたり、一緒に食事する人や店の人に自分が食べられないものとその理由を伝えることができたり、敬語の学習もあります。初級には日本で生活や仕事に必要な基礎的な日本語のコミュニケーション力を身につけます。ぜひ、彩り生活の日本語初級2を使って一緒に勉強しましょう。